皆さんこんにちは。リトルビーガーデンのみーこです。曇り空ですが、ビニールハウス内も暑くなってきました。今年植え替えしたドドランタリスは順調そうですね。その上はパープルヘイズです。その隣のドラゴンズブラッドはこれからの季節少し日陰で育てた方が勢いが良くなります。ビアホップは葉焼けして葉が枯れてしまっていました。ビニールハウス内の気温もだんだん上がってきて、曇り空でも25度もありました。ゴールドナゲットは日照不足のせいか葉が緑色になってきました。毎年同じところにビアホップを置いていますが、このビアホップも葉が黄色くなってちょっと怪しいですね。葉焼けしないように移動させた方が良さそうです。この細葉黄金万年草ももう少し増やしておきたいです。そして奥ではピーチプリデがまた一回り大きくなっていました。寄せ植えのピーチプリデはまだ根が出ていません。このピーチプリデだけ根付きが悪いですね。植え替えした子持ちレンゲはランナーをたくさん伸ばしています。お隣さんにいただいたあざしっこちゃんです。シエナの植え替えもしなきゃと思いつつ先延ばしにしたままになっています。お気に入りのリングアースは色味が少し変化してきていました。そういえばラブリーローズの葉ざしを取って増やそうと思っていたのにまだ何もしていませんでした。群生になっている多肉ちゃんが可愛くて、裏を見てみると姫おぼろ月とありました。この姫おぼろ月、白氷とも銀行蓮ともいう名前があり、皆さんのお家にもあるかもしれませんね。カットしたピンクベリーは小株がたくさん出てきていました。サフランの葉ざしっこちゃんもだいぶ大きくなりましたね。マリアのポットになぜだかパンクチュラータが生えていました。そして多肉棚の一番下はなかなか手が届かない場所で、撮影もあまりしていませんが、マイ乙女が芋虫のような色をしていました。この月の王子も日照不足のせいか色が薄くなっています。多肉棚を作ってからビニールハウスのビニールを外そうと思っているので、それまでもう少しこの場所で頑張ってもらわないと。このジャイアントブルーとハートディライトの鉢はこの後外に出しました。しばらく見ない間に雑草がこんなに大きくなっていました。根がしっかり張っていてびっくりです。雑草が生えていたのはスイートプリンセスでした。新玉つづりも大きくなってよその鉢にまで侵入していました。そして奥で群生になっているのは葉ざしっこちゃんです。この葉ざしっこちゃんはクラウディアです。そういえばたくさん葉ざしをしていたのを思い出しました。多肉棚の下は水やりする時ぐらいにしかあまり見る機会がないので、いつの間にかこんなに成長していました。淡い黄緑色とサーモンピンクの外葉が可愛らしいです。そしてこの日は朝から夏野菜の鉢上げをしていました。
一回り大きめのポットに植えたので、これから畑に植え付けるまでしっかり成長してほしいです。ちなみに一足先に鉢上げしたトマトの苗はしっかり大きく育っています。日中はこうして外に出している夏野菜の苗ですが、夜はビニールハウスの通路に避難させています。特にナスは育てるのが難しく、なかなか大きな苗に育ってくれないのが悩みです。多肉棚の一番下ではもう一鉢クラウディアのアザシッコちゃんがありました。そしてこの大きめのポットの方が外葉の赤みが強く紅葉していました。このクラウディアもそろそろ鉢上げしてあげたいですね。これは一つの鉢に植えても可愛いかも。皆さんならどんな風に植え付けますか？春になり勢いが増してきたセダムたち。このサクサグラレモスグリーンもまるで絨毯のように密集してきました。ちなみに去年の11月はまだこんな感じだったんです。そして手つかずのままの寄せ植え、これもなんとかしなくちゃです。そしてマジョールも新しい芽がたくさん出てきていますね。鉢の縁にはいい感じに垂れ下がってきています。このキウイは少し日陰に移してあげようかな。秋麗には黄色い花が咲いていますね。ちなみにおぼろ月の花は白い花が咲きます。ここにも雑草が生えていました。どこから飛んでくるのか、あちこちに雑草が生えています。今のうちに抜いておかないといつの間にか多肉より育っていたなんてことがないように、まだ小さなうちに抜いておきました。それにしてもこのスノープリンセスとブロウメアナ、勢いがすごくて、少し前に七福神の周りを間引いていたんですが、いつの間にかまた七福神が埋もれてしまっていました。隣のトレイではツメレンゲが少しずつ成長していました。真っ赤に紅葉している紅ちごに白い花が咲いていて、紅白で縁起がいいですよね。紅ちごは花が咲き終わったらまた増やしておこうと思います。そしてここにもこんなに大きく育った雑草がありました。雨続きでなかなか思うように植え替え作業が進んでいませんが、そよ風の天使もまだ植え替えしていなかったんです。多肉棚作りに植え替え作業、やることはたくさんあります。ガステリアの花もいつの間にか花芽が2本上がっていました。このガステリア、花芽も上がってきていますが、この丸い斑点が気になっています。これは病気なのでしょうか。冬の間、寒い日はビニールをかけていたので、春にはこんなにプリップリに成長していたルビーネックレス。このルビーネックレスは黄色い花が特徴です。この鉢も外に出してきました。日当たりが良くて気持ちよさそうです。はい、ということで今日の動画は4月の庭多肉の様子を見ていきました。いかがだったでしょうか。多肉棚も下地を塗り、次はペンキを塗る作業です。今週末は
天気も良さそうなので打肉棚の作業も進みそうです。とか言いつつも、先週末は実は尾道に桜を見に行っていました。桜の季節はついついお花見優先になってしまいました。この動画が良かったなって思っていただけたら、高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。今日も最後までご視聴ありがとうございました。それでは次の動画でお会いしましょう。またねー。